はい、皆さんこんばんは、ハチアトラコです。動画を撮っていきます。はーい。夏だよね。もうさ、今日の衣装は完全に夏だよね。もう夏終わってんだけどね。はい。そう、買ってからこの短パン大して履いてなかったなと思って、思い出して今、急に履いたところです。はーい。可愛いよね、これね。まあ T シャツも可愛いんだけど、なんか T シャツに短パンってなんかギャル感あるよね。わかんないけど。すごいよね。なんか丈がさ、もう、だってほら、ポケットとかないよ。これ、見た目だけだからね。手はもう突っ込めないようになってます。はい。大丈夫これ下。出てない？おちんちんの中出てたら言って。いや、多分出てないと思うから。はい、大丈夫そうです。はい。で、これさ、後ろも結構ギリなんだよね。これはいいね。はい。そうそう、先日、ちょっと前に、写真のね、撮影をしてきたの。で、今それは、絶賛レタッチ中というか、まあ、修正中というか、選び中というか、厳選中、はい。になるんで、公開の方はね、もうちょっと、待ってもらいたいんだけど、そう。撮影してきた時にあれやったのよ。そのネイルのさシート、シールか、多分ね今ね画像が多分どっかに出てると思うんだけど、お菓子のサシャロッテだっけ、サシャっていうチョコあったよね。今もあんのかな、あるかな。そう、それとのなんかコラボ商品らしくって、そう、そのね爪のところにペッてシールをシュッて貼るともうそれだけでネイル完成みたいなやつなの。貼ったよっていうだけの、お知らせです。はい。そういえばさ、ほら、今俺さ、ファストフード店でアルバイトしてるじゃない？そう。で、ファストフード店で今アルバイトしてるんだけど、あれはね、今年の4月ぐらいから、始めたバイトになります。はい。で、それの前にも、ちょっとだけ短い期間だけど、バイトをしてたんだよね。ピザ屋さんでね、バイトしてたの。で、なんでこれ思い出したかっていうと、この間、まあ、でも1ヶ月ぐらい前かな、に、バイトに行くために道を歩いてたわけ。で、歩いてたら、なんか、ビビビビーってけたたましい警笛音が鳴ったわけ。ビーって。で、普通にとぼとぼ歩いてて、ビーってなったから、ってなって、なんだってなって、で、見たら、おまわりさん、そう、制服を着た警察官の2名が、チャリンコを立ちこぎで、うわーんって、待てーって言ってやってんの。で、なんか、ドラマかなと思って、で、なんだろうって思って、その先を見たら、俺が前にバイトをしていたピザ屋さんの宅配ピザのバイクがブワーンってブワーンって逃げてくとこだったんだよね。すごくない？完全にもうピザ屋さん、なんとか店ピザ屋さんっていう看板背負ってるバイクが警察に追われてんの。もう明らかさ、後々捕まるじゃん。今捕まらなかったとしても、後々捕まるじゃん。バレてんだからさ、所在が。で、もちろん盗難車とかじゃなくて、ちゃんと乗ってる人も、ピザの制服とか帽子とか被ってこうやってるから、多分ピザ屋さんのスタッフさんなんだよね。だから、よく逃げようと思ったなと思って、まあ、追われてる理由は何かわからん、そこまではね、わかんなかったけど、そうだからなんかそれ見てあそこのピザ屋さんだったらなんかまあやりかねないなと思ってそうだね、そう俺がさピザ屋さんそこのピザ屋さんを辞めた理由はいくつかあるんだけど、そうまずちょっと頭おかしいなって思ったのが
そう、そこのピザ屋さんは、まあいろんなね、メニューがあるわけ。まあドリンクがあったりとか、もちろんピザもあるし、あとサイドメニュー、なんかポテトとかさ、チキンナゲットとか、まあ細かいやつあるじゃん。そう。で、なんかそこのお店って、初めは、新人さんは、サイドメニューから覚えてくださいっていうお店だったわけ。うん。で、じゃあサイドメニューはどうやって作るんだろうと思いながら、じゃあポテトをくださいみたいな注文が入りましたね。ピッポテト1個みたいな。じゃあポテトってどうやって作るんだろうって思うじゃん。何にもわかんないんだから。うん。だから店長にこれポテトってどうやって作るんですかって聞いたら、なんか壁に書いてあるって言われて壁に書いてあると思ってで、なんだろうと思って見てみたら、なんかポテトなんとかセットはポテトを何百グラムとかで、チキンをそれに2個入れるとかで、これは付け合わせでこの唐揚げを2、3個入れるとかっていうのが壁に書いてあるわけ。だからそれの通りに作れっていう風に言われたから、なるほどと思って、実際にこうやって作るんだとかっていうのは見せてくれず壁に書いてあるのパターンの、そういうお店ですか、はいはいわかりましたと思ってそれで一生懸命それで覚えて作ったわけ。で、1週間ぐらい経ってからかな、まあもちろん何も、教わらずに、サイドメニューだけを覚えてたんだけど、だから1週間後ぐらいに、忙しい日があって、で、その時に店長が俺のとこツカツカってきて、なんでまだピザの作り方をお前は覚えてないんだって怒るわけよ意味わかんないでしょ意味わかんないよね。そうなんだよ。だからと思って、いや初めはサイドメニューからっていう風に伺ってたんでって言ったら、いや君がピザの作り方を覚えてないせいで、なんとかさんが一人であんなに頑張ってやってるじゃないかみたいな。だから早くピザを作れるように覚えなさいって言うわけで、言うんだけど、でもマニュアルも何もないからどうしようもないじゃんそうだから、ちょっとこの人はやばい人なんだなみたいな感じで、そうっていう理由がまず1点嫌だなっていう気持ちになったりとか、あとはまあなんだろうな、まあこれはオフレコにしてオフレコにしてって言いながら全体公開なんだけど、じゃあ例え話だと思って聞いてもらっていい？俺が実際に勤めていたアルバイト先っていうわけじゃなくって、架空の話です。はいいいですかこれからお話しするのは架空の話です。はい架空の話をしますね。はい私がちょっと引いてしまったのがピザってね、焼くときに下に鉄の板みたいなやつを下に挟み込むわけ。ちょっとこれ邪魔だな。置いてピザの生地があります。でもピザの生地だけで持つとグニャンってなっちゃうから、そのピザの生地を持って窯のところまで持っていくために、下にお盆みたいな、鉄の丸い、薄い板があるわけ。それの上にピザを乗っけて焼くの。で、焼き終わったその板っていうのは、その板は下にカチャンって落ちて、地面、床、この踏んでる床の油ビッタビタのところにカチャンって落ちるわけ。で、その焼き続けてたら下にカチャンカチャンってたくさんその板が地面に溜まっていくわけじゃん。で、俺手が空いてたから、この板落ちてるから、なんか洗うんだろうなって思って、洗い場に持ってくんだろうなと思って、すいません店長、これって洗い場でいいですかって聞いたの。なら、で、すごいよね。もうさ、だってさ、令和よわかる？昭和じゃないのよ。令和なのよ。令和に、床にカチャンって落ちたやつの、また使うじゃん。で、使ってピッ、置けるでしょ？焼くじゃん？じゃん。押すじゃん。やばいじゃん。いや、想像の話だからね。そうっていうのもあって、ここは厳いなと。そう、なんかとか、まあ、これも想像の話なんだけど、
ピザ作るときにいろんな具をトッピングするじゃん。でいろんな具をトッピングする際にもちろんバサって巻くから作り方としてなんか上からチーズをパラパラって振りかけるとかさってやると必ずさ下にさチーズとか具材がパラパラって落ちるじゃん。で落ちると、下に一応受け皿はあるんだけど、そこにいろんな具材が落ちてるからもう汚いわけよ。で下に落ちたやつは要は捨てるんだよね。捨てる前提でそういう作り方をしてるんだけど、なんだけどなんか店長、仮の話だよ、想像だよ。店長がなんか「ちょっとキミキミ」っつって「何ですか?」っつって「ここに落ちてるやつ全部」で想像ね、そう言うわけ。何言ってんのかなと思ってどういうことですかって聞いたら「いやまだ落ちてもじゃん」ってだからあーってなって落ちてるな落ちてるびちゃびちゃのベーコンをはい、想像だよ全部今日私がお話ししてるのは、想像の話です。はいいやでもわかるよ、わかるほら俺が子供の頃なんかは全然地面に落ちたもんとか食ってたし、ほら時代じゃん。ちょっとぐらいさその床に落ちてもさなんか3秒ルールみたいなやつでさ食ってたじゃん。だから分かるけどなんかねはい、今日聞いたことは忘れてください。はい、全部私の、想像の、お話になります。はい。クレームは一切受け付けません。はい。またねー。バイバーイ。